皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は小さな麻のカゴを編みたいなと思ったので、セリアさんでクラフトジュート、こちらのジュート 100% の糸を購入しました。約 25g、こちらの1玉で編めるサイズの小物入れを編んでいこうと思います。でちょっとこの茶色だけだと寂しいかなと思ったので、合わせてファンタジア、このラメの入った糸も合わせて2本取りで編んでいこうかなと思っています。使用するかぎ針はちょっと太めの10号針 6mm を使用します。では2本を合わせて輪の作り目から始めて、ずっと細編みだけで編んでいこうかなと思ってます。はい、まずは輪の中に細編みを6目ですね。鎖1目で立ち上がって輪の中に細編みを6目編みます。2、3、6目編んだら真ん中の穴を閉じるので、糸端を引っ張ってゲットしといて、穴を閉じて最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、まず1段目ですね。2段目以降は各段に6箇所ずつ増し目をして円を大きくしていきます。まず2段目は鎖1目で立ち上がってすべての目に増し目をしていきます。最初の目にも増し目、次の目にも増し目。1段目で6目だったのを2段目では12目にします。1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、次3段目は細編み1目と次の目に増し目、細編み1目と次の目に増し目、1目と増し目を繰り返して編んでいって、3段目は18目になるように編みます。1周編んだらまた最初の細編みの頭に引き抜いて、はい、これ3段目。次4段目は細編みをまず1目2目そのまま編んで、3目目のところに増し目、1目1目2回編んでから3目目に増し目ですね。でこうやって編んで1周を24目になるように編んでいきます。で24目編んだら最初の細編みの頭に引き抜いて、4段目、次5段目は同じような感じで細編みをまず3目編んで、4目目のところに増し目をします。細編みを3目編んで、4目目に増し目ですね。でまた6箇所増し目をして1周が30目になるように編みます。1周編んだら最初の細編みの頭に引き抜いて、で1、2、3、4、5段目ですね。
次6段目。6段目は細編みをまず4目そのまま編んでいって、で5番目のところに増し目をします。細編みが1、2、3、4で5番目のところに増し目。いい感じで編んで1周が次は36目になるように編みます。で1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜いて、これで6段目まで編めたので、これが底の部分になります。サイズは円の直径が10センチくらいの底です。続いて側面の部分を編んでいきます。側面の1段目は細編みの筋編みで編みたいので、鎖1目で立ち上がって、この細編みの頭が V になっていると思うんですけども、その向こう側、向こう半目だけを拾って細編みを編みます。この V のところの向こう半目を拾って細編み、向こう半目を拾って細編みっていう感じで、増減はなくって1周が36目のままですね。36目のままでずっと細編みの筋編みで編んでいきます。ここが最後の目で、最後まで1周編んだら、ここは変わらず細編みの頭にそのまま引き抜いて、これで側面1段目が編めました。はい、次側面2段目です。2段目は、普通の前段の細編みの頭を拾う細編みと、前段の細編みの頭じゃなくて、この付け根、根元のところをガッと拾う大きな細編みとを交互に編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がって、最初の1目目は通常の細編みを編んで、で2目目は頭じゃなくて、ここに足があって、その根元のところからガッと糸を持ってきて細編みを編みます。それが編めたら、隣の目は普通の頭を拾う細編みを編んで、でその隣の目には根元から拾って大きな細編みを編みます。次は通常の細編みで、その隣は大きな細編みっていう感じで、この小さい細編み、普通の細編みと大きい細編み、これを交互に最後まで編んでいきます。なので細編みの目自体は増減なく36目のままです。ちょっと細編みだけで模様ができるように編んでいきます。最後1目は根元から細編みを編んで、でまた最初の目に戻ってきたので、最初の細編みの頭に引き抜いて、これで2段目が編めました。次側面3段目です。3段目も2段目と同様に、交互にね、普通の細編みと大きい細編みを編むんですけども、2段目とは互い違いになるように、2段目で通常の細編みを編んだところには、この細編みの根元のところから針を入れて大きな細編みを編みます。2段目で根元から編んだ細編みのところには頭を拾って通常の細編みを編みます。次は根元からガッと針を入れて
大きな細編みで、次は普通の細編みっていう感じで、2段目と3段目では互い違いに大きい細編みと普通の細編みを編んでいきます。この段でも増減はないので1周は36目のままです。最後は通常の細編みで終わって、でまた最初の細編みの頭に引き抜いて、はい、これで3段目が編めました。で今2段目と3段目でね、細編みの模様を互い違いにして編んできたので、同様にして6段目まで編んでいきます。6段目まで編むとこんな感じです。深さが5センチぐらいの入れ物になっています。では最後に細編みのバック編みでずっと縁を編んでいきます。縁はちょっと茶色一色にしようかなと思うので、中途の糸だけ持ってきて、そこでまず立ち上がりますね。そこでまず鎖1目で立ち上がって、でバック編みは通常の細編みは進行方向が左向きなんですけれども、逆に右側にずっと編んでいきます。右に編むので、最初の目はこの隣の目ですね。ここに針を入れて細編みを編みます。こんな感じのちょっとねじれた細編みが出来上がります。で次はこの隣に移動して細編み、また1目右に移動して細編み、右に移動してで細編み、これを1周ずっと編んでいきます。でファンタジアの糸はちょっとだんだん絡まってきちゃうので先に切っておきます。はい、最後まで36目バック細編みで編んできたら、一度先に糸を切って、でこことつないで糸始末をします。こんな感じで完成です。紐はねちょっとだけ残りました。こんな感じで取っ手を飾りにつけてみました。ぜひ小物入れの編み方参考にしていただけたらなと思います。今回の動画は以上です。次回なんですけども、次回はこの余ったファンタジアの糸を使ったりとか、家にコットン糸がいっぱいあったので、このようなイースターエッグを編んでみました。こっちはうさぎちゃんバージョン。こんな感じでカゴに入れてもね可愛いですのでね、また次回も見ていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。